どうもトレーニーアウトドアです。皆さんソロキャンプはお好きでしょうか？私はもともと一人が結構好きだったこともあり、数年前からソロキャンプにハマって、今では 2,3 週間に一度はソロキャンプに行くようになりました。車で行くオートキャンプ、公共交通機関で行く徒歩キャンプ、登山、バックパックでの野営、バイクで行くキャンプツーリング、飛行機に乗って地方や海外でキャンプをする遠征キャンプなど、様々なキャンプスタイルでキャンプを楽しんでおります。今回は総数100点以上のキャンプギアの中から比較的どのキャンプスタイルでも使用することができる買ってよかったソロキャンプギアを画面の順に紹介したいと思います。この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、1つ目の買ってよかったソロキャンプギアは DD ハンモック社の DD ハンモックでございます。これは何かというとですね、文字通りハンモックでございまして、収納サイズがね、このように非常に小さくて、キャンプツーリング、徒歩キャンプ、バックパックキャンプ等にも使用できるキャンプギアとなっております。これだけでも使用することは可能なんです私はより設営撤収を買いにしたかったので、付属であるウーピースリングとスリーブも購入して使っております。このウーピースリングというのはハンモックにつけるハンモックベルトの調整が容易になり、設営時間を短縮することができるというものです。このスリーブというのはつけるとこの中にハンモックを収納することができまして、設営撤収がより容易になるというものでございます。実際に使う際は収納袋から本体を取り出しまして、スリーブからハンモックを出します。ハンモックベルトを木に巻きつけて、ロープを片側1本ずつ固定、最後に小さいポールを2本蚊帳に取り付ければ完成でございます。設営する際にハンモックの高さを調整する必要があるんですけれども、このウーピースリングがあれば紐を引っ張るだけでこの張り具合を簡単に調整することができます。この高さを変えることで寝床として使用することはもちろんのこと、椅子として使用することもできるという優れものになっております。これはテントの種類にもよるんですけれども、自分の持っているテントの最速設営はおそらくネイチャーハイクのサイクリングバックパックテント、これがだいたい10分くらいでしょうか。このハンモックの設営にかかる時間はなんとたったの5分。特にこのハンモックは暑い時期に使用することが多くて、夏場に汗かきながら設営するのってとっても嫌じゃないですか。これであれば先ほど紹介した通りの手順で最速設営、設営で汗だくにならず長くキャンプを楽しむことができます。周りの人が頑張って設営している中、ちゃちゃっと自分の設営を終えて、このハンモックでゆらゆらする優越感は格別ですよ。キエイ！1点目のいい点は他の人と一線を画すこの武骨感です。普通のキャンプ場に行くとハンモックを使っている人はそこまで多くない印象です。そんな中でこのハンモックを使ってキャンプしている人を見るとちょっとクロートっぽい感じが出ますよね。実際の私もキャンプ場でこのハンモックを使ってキャンプしている人を見て、このキャンプスタイルに憧れを抱くようになりました。で、先日このハンモックでキャンプをしていると、同じキャンプ場にいた人からそのハンモックいいねっていう風に話しかけられたこともありました。この一人専用の武骨な感じがたまらないですよね。このハンモックはメッシュがついているものの天井は存在せず、木に吊るして使用するので自然をより近くに感じることができます。こんな感じでですね、武骨にキャンプしている姿を女性に見られたらモテること間違いなしですね。1点目は充実した機能面です。そもそもこの紐で自分の体重を支えられるのかなと疑心暗鬼になりながら初めてそこに腰掛けたあの頃。でも本当にびっくりするくらい頑丈でしっかりと体を支えてくれます。他のキャンパーさんで安物のハンモックを使用している方を見たことがあるのですが、やはり耐久性に問題があって紐がだるんだれになったりピンと張れないようです。それでは私の鍛え上げた筋肉の重さに耐えることができませんね。そして何より大きいのはですね、この蚊帳の存在ですね。特に夏場や暑い季節は虫の侵入を防ぐだけでなく、メッシュ素材で風が通るので涼しく快適に過ごすことができます。また空中に浮いているので地面から小さい虫が寄ってくることもないです。あとキャンプで地面が斜めっていて寝られなかったという経験がある方も多いのではないでしょうか。これであれば地面が斜めっていてもまっすぐの状態で寝ることが可能です。さらにサイドにポケットがついていて、就寝前に携帯をいじって眠たくなったらこのポケットに携帯を入れてそのまま就寝することもできますし、フックがついていてライトを吊るすことも可能です。小腹が空いた時のお菓子なんかを入れておくのもいいですね。でも冬場には寒くて使えないのではと思った方もいるのではないでしょうか。しかしバットhowever、別売りのアンダーキルトというものが販売されておりまして、そちらを使えば冬場でも地面からの冷気をシャットアウト、さらに DD タープと組み合わせれば雨や風の侵入を防ぐこともできます。一応気になる点としては、ハンモック単体では直射日光や雨をしのぐことができないというところと、当たり前ですが木がないと設営はできないです。私の場合は DD タープと合わせて貼ることでこの問題を解決しております。また DD タープを持っていけば最悪ハンモックが貼れなかったとしてもタープ泊で対応することが可能なので、この2つはぜひセットで購入されるのが良いかなと思います。
通常のテントに飽きてきた方、設営に疲れてきた方、時間がないんだけれどもキャンプはしたくてデイキャンプがメインになっている方には非常におすすめの商品です。付属の商品と DD タープも合わせて概要欄に貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。2つ目の買ってよかったソロキャンプギアはオピネルのナイフでございます。こちら折りたたみ式のフォールディングナイフでございまして、柄の部分のストッパーを外してナイフを出してロックをかけて使用するというものでございます。このオピネルというのはフランスの老舗メーカーでございまして、今でも世界中で愛用され続けるこのナイフを製造販売している会社でございます。1点目のいい点はこのおしゃれな見た目ですよね。食材を切るとなるとやはり最初は包丁が思い浮かぶと思いますけれども、普段家で使っている包丁は正直おしゃれ感はないですよね。ただしこれは見た目の通り持ち手が木でできていて、主張しすぎないこのロゴと落ち着いた色合いで持っているだけでハッピーな気持ちになれる、所有欲を満たしてくれるまさにキャンプギアの真骨頂といった商品となっております。2点目のいい点は折りたたみ式でコンパクトであるということです。家で使う包丁は基本折りたたみができないのでかさばってしまいますが、これはフォールディング式なので手のひらサイズに収まるコンパクトさがあります。キャンプツーリング、徒歩キャンプ、バックパックキャンプなど様々なスタイルのキャンプで使用することができる上、ポケットに収納可能なのでいざという時にさっと出してさっと切ってさっと食べれる、これがいいですよね。3点目のいい点は充実したラインナップと切れ味です。こんだけ小さかったらそもそもナイフとしての機能がヘボいんじゃないかと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、全くそんなことはありません。もう一度刃が入ったらギコギコはしません。なんなら普通の包丁より切れるんじゃないかって思うくらいよく切れるという印象がありますね。食材を切るときはもちろんですけれども、簡単なブッシュクラフトでも使える仕様となっております。そしてこのナイフは非常に様々なサイズや素材で販売されており、自分のお気に入りのナイフを見つけられるというのもいいですね。それでいて実は結構リーズナブルですし、私も以前友人にプレゼントとしてあげたことがあるんですけれども、名前を彫ってくれるサービスもありますので、贈り物としてもいいかなと思います。一点この木の部分が水には弱いので、その点だけには気をつけていただければいいかと思います。Amazon のリンクと一緒にサイズが分かりやすい公式サイトの URL も概要欄に貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。3つ目の買ってよかったソロキャンプギアはデイツのハリケーンランタンデイツ78でございます。これは見ての通りランタンでございまして、別売りのこういったオイルをですねこの中に入れて、ここですねこの下の部分が外れるので、この中のところですねこういった芯を入れて、その芯をこのオイルに浸すことでこの芯が燃えてろうそくのような優しい光が灯るというものでございます。色やサイズ展開も豊富で自分に合ったサイズを選ぶことができます。私はソロキャンプがメインですんで、この左から2番目の78というですねサイズを使用しております。またこのホヤの部分ですね、ここの部分をカスタムして自分好みのキャンプギアにしている方もよく見ますね。これのいい点はやっぱりですねこの見た目の良さですよね。当然香料のことや芯とかオイルの入れ替えの手間を考えれば手っ取り早いのは LED ランタンということになります。だがしかしバットhowever、その面倒くささをも凌駕するこの見た目の良さ、そして面倒だからこそのキャンプギアに対する愛着、所有欲、そして異次元の少子化対策。どうも岸田健闘士です。もちろん目で見る分にもいいんですけれども、特に撮影者としてはこのランタンが近くにあると映像としてもですねとっても優しい落ち着いた雰囲気を出してくれるので、非常に重宝しているキャンプギアです。これは徒歩キャンプ以外の時は基本どんなキャンプスタイルでも持って行っていて、こんな感じでたくさん写真を撮ったりだとか、夜は他のライト全部消してこのランタンの明るさだけにしていい感じの雰囲気を楽しんでおります。このムーディーな雰囲気で女性とキャンプをすればモテること間違いなしですね。チャラチャチャチャラチャ。2点目のいい点は意外と長く使えるという点でございます。ライトは他にもゴールゼロやゴールゼロもどき、そして電池式のヘッドライトなどを持っておりますが、ゴールゼロやゴールゼロもどきは充電式で長く使っているとどうしてもバッテリーの持ちは悪くなっていってしまいます。ヘッドライトも電池が劣化するとライトの光量が落ちていったりすることがあります。また私の場合は撮影機材のバッテリーの充電、あとは皆さんの中には電気毛布などの充電が必要なキャンプもあるかと思います。充電式のものがあんまりにも多いと出先でコンセントが足りなくなったりして、特に連泊するとき、実際私も北海道に釣りキャンプ旅へ行った時には非常にこれには困りました。ただこのオイルランタンは光量自体は本当に小さくて広範囲を照らすことはできないんですけれども、一定の明かりを長い時間保ってくれます。これは盲点で意外とありがたいことだなと思いますね。気になる点があるとすれば、火を使っているので火傷などのリスクがゼロではありません。ソロキャンプおすすめギアなのであんまり視聴者さんにはいないかと思いますけれども、小さいお子さんがいるキャンプには向かないかなと思います。
サイズ違いのものを合わせて概要欄に貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。4つ目の買ってよかったキャンプギアはサーマレストの Z ライトソルでございます。これは何かというとですね、就寝時に使用するマットでございます。クローズドセルマットレスと言われておりまして、こんな感じですね、蛇腹式に折りたたみができる仕様となっております。この上に寝袋とかを敷いて寝るという感じですね。この銀色の面を上に敷いて寝ると体温を反射して保温してくれて、暑い時は反対にして使用することができるというものでございます。1点目のいい点はですね、圧倒的なこの機能性ですね。何の変哲もないただのマットに見えるんですけれども、実は最新の技術が詰め込まれておりまして、世界中の冒険家や登山家が使用しているキャンプギアでございます。R 値は2なので、そこまで高くないんですけれども、私はこれで雪の中、マイナス9度の暖房なし、地面にグランドシートとこのサーマレストだけで寝たこともあります。あんまりおすすめはしませんけれども、あとは断熱性に目を取られがちなんですけれども、実は結構クッション性もあって、これなしで地面に寝っ転がるのとこれの上で寝るのでは本当天と地の差です。実際私も初めて冬キャンプに挑戦した時に何の対策もしないで挑んで、もう寒くてほぼ一睡もできませんでした。ただこれを導入してからはよく寝られるようになりました。2点目はですね、とにかく軽くて軽量ということでございます。小さくなるエアマットとかと違って、かさばるっていう点は難点なんですけれども、その分重さ 410g と超軽量でございまして、一瞬でベッドが完成します。私は設営になるべく時間をかけたくないタイプなので、一瞬で組み立てられるというのは非常にありがたいことです。あと空気を入れるエアマットは膨らむのに時間がかかったりだとか、経験上どうしてもですね、何回か使っていると空気が入りづらくなったりして、膨らまなくなったりしてしまいます。ただこれはかなりガシガシ使っているんですけれども、すり減ったり破けたりしているということは今のところなくて、よっぽど酷使しない限りは相当数使えるキャンプギアになっているかと思います。3点目はどんな場面でも使えるということです。これは2点目とも重なるんですけれども、軽いのでどんな場面でも使うことができます。私はオートキャンプ、登山、バックパックキャンプ、キャンプツーリング、遠征キャンプなどどんなキャンプスタイルの時でもこれは基本的に持って行っております。登山であればザックが重いと当然疲れますし、バックパックキャンプではかさばりますがザックの横や下につけて持っていくことができます。キャンプツーリングや遠征キャンプの際は積載型になって運転に支障が出たり、飛行機の重量制限に引っかかったりすることを防いでくれます。もちろんオートキャンプの時とかでも荷物が軽いに越したことはないですよね。見た目のおしゃれさはないんですけれども、なくては困る、どんなキャンプスタイルの時も安心して使える、キャンプ初心者からベテランまで幅広い方に使用していただけるキャンプ道具かと思います。気になる点を挙げるとすれば、値段が結構高いところですかね。最近知ったのですが BOC から同じような製品で値段がサーマレストよりも安いものが販売されているようです。私はサーマレストも長く万能に使えるので値段相応のキャンプギアかなと思いますけれども、より安さを求めているという方に関してはそちらも検討していただいた方がいいかもしれません。R 値の異なるものやサイズ違いのものと BOC のマットも合わせて概要欄に貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。4つ目の買ってよかったソロキャンプギアはホールアースのヒートレジスタントサイドテーブルでございます。これは折りたたみ式のテーブルでございまして、収納袋から取り出すと天板の裏に足が収納されております。サイドの留め具を外して足を出して天板にはめてこの留め具を固定するとなんとたった10秒で机が完成するという優れものでございます。名前にもある通りですね、真ん中に小さな穴が開いておりまして耐熱構造となっております。熱いものを置いても問題ありません。またサイドには小さい小物を吊るす便利なフックがついております。1点目のいい点はですね、耐熱構造となっている点です。他にもおしゃれなテーブルはたくさんありますけれども、耐熱構造となっているものは結構少なくて、熱いものを上に置くと机が焦げてしまったりすることがあります。私は結構ズボラなタイプでよく焚き火でも調理をしますので、出来上がった料理をフライパンや鍋ごと移動して使うことがあります。そういった際にですね、テーブルが耐熱構造になっていると気にせず熱々のフライパンや鍋をテーブルに移動することができるので非常に便利です。またサイドに取り付けられた取っ手にはシェラカップやカトラリー等をかけられるだけでなく、天板と足の部分は磁石がつく仕様となっているので、温度計やランタンなどをがっちりと止めることもできます。2点目のいい点は設営が本当に楽なことです。他のテーブルも使ったことはあるんですけれども、結構組み立てがめんどくさかったり重かったりで、使うのが結構億劫になりそうだなという印象がありました。先に申し上げた通りキャンプは本当に好きなんですけれども、準備や撤収はやっぱりあんまり好きになれないです。ただこのテントは先にお見せした通り、ものの数秒で組み立てることができます。
サクッと設営撤収ができれば長い時間ゆっくりキャンプを楽しめますよね。3点目のいい点はこの絶妙なサイズ感です。私はたまにデュオキャンプやグループキャンプもするんですけれども、ソロキャンプがメインで、その際はこれはメインテーブルとして使っております。あんまり大きいと重くなるので、ソロキャンプくらいであればこれくらいがちょうどいいかなと個人的には思います。自分が持っているスノーピークのローチェアとも高さがバッチリで、オートキャンプの時はこの組み合わせで使うことが多いです。このサイズだとそこまで重くないので、気軽にテーブルの位置を変更して少し離れたところにチェアリングをしたりだとか、テントの中に移動したりすることもできるので非常に気に入っております。デュオキャンプやグループキャンプの際は隣に並べた椅子と椅子の間やテーブルとテーブルの間に文字通りこのサイドテーブルとしておくと、それがまたやっぱりちょうどいいんですよね。気になる点を挙げるとしたら、若干重量があるということですかね。ただ他の木製の机よりかは全然軽いので、私はそんなに気にしておりません。値段も比較的リーズナブルで手の届きやすいキャンプ道具になっているかと思います。気になった方はぜひ概要欄から見てみてください。買ってよかったソロキャンプギアはロゴスの鉄の職人グリルパンでございます。これは鉄フライパンとなっておりまして、13サイズと16サイズがあるんですけれども、これは13サイズとなっております。で、鉄フライパンというのは文字通り鉄でできたフライパンで、錆びやすいので使用後に水気を拭き取って油を敷いて保管するという面倒くささはあるんですけれども、高温で調理できるので食材にさっと火が通り、野菜はシャキシャキに、お肉は旨味を逃さず表面はカリッと中はジューシーに焼き上げることができます。ステーキだとか目玉焼きだとかパンケーキだとか餃子などなどですね、様々な食べ物が美味しくできるというわけでございます。1点目のいい点はですね、この絶妙なですねサイズ感ですね。なかなかここまで小さいフライパンはないのではないでしょうか。ソロキャンプや徒歩キャンプ、キャンプツーリングなどではこういったミニマムサイズのギアが重宝されるかと思います。で、私も実際様々なキャンプスタイルを楽しんでおりまして、比較的小さめのキャンプギアを好む傾向があります。この13センチというのは正直小さいなって思うことはあるんですけれども、逆にその小ささを楽しむみたいなことが多くて、このサイズ感で食べられるものを少しずつ食べたりだとか、あとはそもそもソロキャンプの時ってご飯を作りすぎちゃったりすることが多いので、最初からこのフライパンが小さいと、多く作りすぎなくて済むっていう良さもあるかと思います。2点目はですね、価格の安さですね。私が使用しているものはどうやら旧モデルのものらしくてですね、Amazon でも2000円程度で購入することができます。で、私はたまたまアウトドアショップで安くなっていて、ついつい購入してしまいました。3、4000円するとちょっと迷うところでありますけれども、2000円って言われると安ってなって思わず買っちゃいますよね。安くても物が悪ければ意味ないんですけれども、これはね、もう何十回も使ってるんですけれども、非常に頑丈ですし、なんか問題が起きたりしたってことは一度もなくて、もうガシガシ使えるとっても重宝しているキャンプギアです。3点目のいい点は育成する楽しさがあるということです。他の一部のキャンプギアもそうなんですけれども、例えばパスファインダーのキャンティーンクッキングセットや革製のグローブですね、グリップスワニーの G1 など使い込むことによって味が出てくるキャンプギアもあるかと思います。鉄フライパンも同様で、確かにお手入れの必要はあるんですけれども、油をさして使い込めば使い込むほど焦げ付きにくくなり、唯一無二のキャンプギアへと仕上がっていくんですよね。新品同然のキャンプギアよりも使い込まれたキャンプギアの方がちゃんとこの人キャンプしてるんだなという感じがありますし、ピカピカの厨房やフライパンよりちょっと汚めの使い込まれた厨房やフライパンで作られた中華とかの方が美味しそうに感じますよね。そういった意味では鉄フライパンはキャンプギアの真骨頂、所有欲を満たしてくれるものになっているかと思います。気になる点を挙げるとすれば、持ち手の部分ですね。ここの部分がフライパンと一緒に熱くなってしまうので、グローブをつけて使用する必要はあるかと思います。ただ私は普段グリップスワニーの G1 を基本持ち歩いているのであまり気にならないのと、パラコードや別売りの取っ手を巻いて自分好みにカスタムするのも楽しいかもしれませんね。これ非常に安い割には長く使えるキャンプギアになっているかと思いますので、気になった方はぜひ概要欄から見てみてください。はい、最後の買ってよかったソロキャンプギアはバンドックのソロベースでございます。こちら TC 素材のパップテント、群幕テントと呼ばれるテントでございまして、独創的な形で武骨感のあるテントとなっております。サイズ感はかなり頑張れば2人寝れるかもしれませんが、基本はソロ用のテントですね。前面を跳ね上げれば雨や日差しを避けれるひさしを作ることができ、就寝時にはこのひさしを下ろしてフルクローズにすることができます。 TC 素材なのである程度の重さはありますが、付属のインナーテントを使用すれば夏場でも虫の侵入を防ぐことができるという万能型のテントとなっております。一つ目のいい点は何より見た目がかっこいいということです。このテントを購入した頃に野営に興味を持ち始めて、森にマッチするテントを探しておりました。で、実際に使ってみるとこの武骨なデザインと色味が本当に森にマッチして、さながらアメリカ陸軍グリーンベレー特殊部隊にでもなったかのような気分が味わえます。
ポリエステルやナイロン製のテントや形や色味が異なるテントではこの武骨感はやはり出ないのでとても気に入っております。2つ目は TC 素材のテントであるということです。これまではですね、コールマンのツーリングドーム LX やネイチャーハイクのサイクリングバックパックテントなど、ポリエステルやナイロン素材のテントをよく使用しておりました。どの素材にも一長一短はあるんですけれども、この TC 素材のテントはポリエステルとコットンを複合して作られており、火や熱に強い、通気性、吸湿性に優れている、遮光性が高いという特徴があります。特に私は焚き火が好きなので、テントのそばで焚き火ができるというのはとてもありがたいなと思います。また個人的には少し厚めのテントの生地感が丈夫で武骨な感じがしてとても気に入っております。3点目は圧倒的コスパです。このテントは跳ね上げ用のポールだけでなく中のインナーまでセットになっていて TC 素材なのに常に値段は1万円前後で推移しています。それでいて耐久性や質も高くすでにかなりの回数使用しているんですけれども全く壊れないですしとてもしっかりしています。実際に各国の軍が使用していたと言われる軍幕テントはヴィンテージもので結構値段が高かったりしますがこの値段であれば当時の私のようなキャンプ初心者の方でも手が届きやすいかなと思います。テントって基本高いものが多くてたくさんは買えないのですがこの価格帯であれば他のテントを持っていたとしても2番目3番目の買い足す用のテントとしても候補に挙げられるのではないでしょうか。気になる点を挙げるとすればちょっとペグを打つ箇所が多いこととペグの作りがちょっとチャッチいことですかね。ちなみにこのテントはスカートがついていませんが隙間風や横からの風を防止してくれるサイドウォールとスカートがついたバンドックソロベース EX というものも販売されております。こちらはその分重量は重くなりますが冬キャンプでも使用したいという方についてはこちらもおすすめです。概要欄にどちらも貼っておきますので気になった方はぜひ見てみてください。はい、ということで以上が総数100点以上の中から買ってよかったソロキャンプ道具のご紹介でした。私は今紹介したキャンプギアを使って実際にキャンプしている動画も公開しておりますのでぜひそちらもご視聴いただき使用感を確認してみてください。また今回ご紹介した商品は全て概要欄から確認できるようになっておりますので気になったものがありましたらそちらからチェックをお願いいたします。この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。